ガンダムエクシア進化の系譜。 GN001 ガンダムエクシアはテレビアニメ機動戦士ガンダム00にて主に刹那 F 精鋭が登場した機体です。近接格闘戦に特化しており、7本の剣を装備していることからセブンソードという開発コードが与えられています。ファーストシーズンの主役機として登場以降、度重なる改修を受けながら時代を超えて運用されており、様々なバリエーションが存在しています。今回はそんなエクシアについて解説させていただきます。ガンダム00の本編である刹那たちによる武力介入が始まる15年前、ソレスタルビーイングは密かに第2世代ガンダムの開発を行っていました。第1世代機であるオーガンダムの性能実験によって太陽炉を用いた機体制御やビーム変器の形態など基本性能のデータは得られていたので、第2世代ガンダムは実戦投入するための各種兵装と特殊機のデータ収集を目的として開発が進められます。そんな第2世代ガンダムの1号機が GNY001 ガンダムアストレアです。公式外伝機動戦士ガンダム 00P に登場する本機はオーガンダムと同じく汎用性を重視して開発された機体で、主に追加兵装の開発試験機として運用されました。そして本機の運用データをもとに第3世代ガンダムが開発されていきます。特にフレームが複雑化されたことによって獲得した人間に近い運動性は格闘戦に適しており、アストレアをベースに格闘戦特化のガンダムが開発されます。それがガンダムエクシアです。本機は第3世代ガンダムの中では最も複雑な基本フレームが採用され、人間と同等レベルの広い可動領域を獲得しています。また GN 粒子を素早く供給するためのコードが機体に多数張り巡らされていて、粒子による質量軽減効果を使ったミニマムな姿勢制御が可能となりました。しかしコードを多数走らせたことで走行外にコードが露出したままになったり、可動域拡大のため走行が細かく分割されたことで姿勢によっては走行がない部分が露出したりと防御力の低下を招いていました。そのため任意で防御面を広く展開できる専用の GN シールドが用意されています。武装としてはまず前腕部に GN バルカンを持ちます。また機体各部に7本の剣を装備、複合兵装の GN ソード、実体剣の GN ロングブレイドと GN ショートブレイド、そして2本の GN ビームサーペル、2本の GN ビームダガー。このように様々な格闘兵装を装備したことで状況によって使い分けることが可能です。これら豊富な兵装を駆使して敵機を切り捨てるエクシアの戦闘法は非常にインパクトがあり、計画段階からソレスタルビーイングでは世間にガンダムという恐怖を植え付けるプロパガンダ機として想定されていました。そのため戦術予報士であるスメラギリノリエガはアニメ第1話のイナクト発表会場への武力介入にエクシアを使ったとされています。また本機は特徴として実体剣を多く装備していることが挙げられますが、これは本機が組織内から裏切り者が出た場合の対ガンダム戦を想定していたからという背景もあります。 GN ソードなどは刃に GN 粒子をまとっているため GN フィールドの対流に割り込んで貫くことが可能で、鉄壁とも思える GN フィールドの防御を崩すことができます。ファーストシーズン終盤ではこの特性を生かしアレハンドロ・コーナーが狩るアルバーロンの撃墜に成功しました。また実体剣をメイン兵装としていたエクシアは第3世代の4機のガンダムの中で最もエネルギー消費量が低く継戦能力に長けているなどのメリットもあります。このように戦争根絶の象徴裏切り者の排除とソレスタルビーイングの中核を担う役割を持った本機はガンダムへ強い信仰心を抱いていた刹那に託され戦場を駆け抜けていきました。次にアニメ内で披露されることはありませんでしたが、エクシアには高機動型オプションを装備した形態が存在します。それがガンダムアバランチエクシアです。本機は機動戦士ガンダム 00V および機動戦士ガンダム 00V 戦機に登場しました。大量の GN コンデンサーを搭載した高機動ユニットアバランチを装備した姿で、コンデンサーにチャージされた GN 粒子を一気に放出することで飛行型モビルスーツですら追いつけない加速力を発揮することが可能です。その加速力は移動手段としても重宝され、00戦機ではアフリカでウイルステロが発生した際にソレスタルビーイング所属の医師 JB モレノがワクチンを現地へ素早く届けるため
セツナと共にアバランチエクシアで出撃していました。また、本形態に宇宙用装備ダッシュユニットを装備したガンダムアバランチエクシアダッシュも存在しており、00戦記ではユニオンの資源衛星落下事故の際に破片破砕のため出撃していました。ふくらはぎの GN バーニアユニットを変形させることで機動力を最大限に生かすことが可能な高機動モード、爆発的な加速力を生み出す高速移動モード、近距離での機動力を向上させる GN 粒子最大解放モードへ移行可能です。雪崩という意味を持つアバランチの名前の通り、進路上のもの全てを蹴散らすような機動力を持っていた本機ですが、粒子消費量が激しいため使用可能時間は通常のアバランチでは10分ほどと短く、 GN 粒子のチャージに1時間も要するので連続使用は不可能と非常に使い勝手の悪い形態でもあります。しかし GN 粒子最大解放モードはトランザム中の戦闘戦術データに生かされるなど、性能以上に後の機体開発に影響を与えた機体となっています。続いてエクシアリペアです。本機はガンダム00セカンドシーズンに登場。ファーストシーズン終盤での死闘により損傷した機体をセツナが独自に修復を行った姿となっています。しかし満足に補給もできない状況下での修復であるため、あくまで稼働に支障が出ない程度の処置というのが各所から見て取れるでしょう。一度吹き飛ばされた頭部を回収してつなぎ、損傷した右カメラアイはティエレンのパーツで代用。欠損した左腕は回収できなかったためか、鉄器に片腕がないことを悟らせないためカモフラージュとしてマントを装着しています。コックピット周りはきれいに修繕されていますが、機体各部のコンデンサーやコードが損傷したままで、無整備状態での長期間運用による消耗も相まって機体性能は大きく低下していました。またファーストシーズンの最終決戦で6本の剣を失ったため、武装も GN ソードと GN バルカンのみとなっています。ただ頼みの綱の GN ソードも先端が折れてところどころ刃こぼれしているほか、ソード表面の GN 粒子定着量も低下し強度が落ちていたようです。このようにほぼ半壊状態で運用していた結果、劇中ではアローズの最新鋭機アヘッドに苦戦を強いられ、最終的にビームサーベルで GN ソードを両断された後、そのまま腕を切り落とされて戦闘不能になってしまいました。その後介入してきたセラビーによって救われ、プトレマイオス2に収容。ソレスタルビーイングのラボに送られています。そしてラボで最新技術を用いて修復改修を行った機体がエクシアリペア2となります。最大の改修点として内部の粒子経路を見直したことで、弱点の一つだったむき出しの粒子供給コードを内蔵化することに成功しています。また機動力向上のためスラスターも増設されました。武装も最適化が行われたので、 GN ソード3のノウハウを生かして開発された GN ソード界 GN ダガーに切り替え可能な GN ビームサーベル2本、そして GN バルカンとなりました。作中ではリボンズ・アルマークとの最終決戦に投入され、大破した00ライザーから太陽炉を乗せ替えることで起動。リボンズのノルオーガンダムとの死闘を繰り広げ、最終的に太陽炉を貫かれながらもオーガンダムを撃破することに成功しました。なおこの戦闘で初披露された太陽炉の安全装置を解除してブースト状態となるオーバーブーストモードは、ハイグレードガンダムエクシアリペア2の説明書によると、リペア2への改修によって使用可能になったとされていますが、マスターグレードガンダムエクシアの説明書ではそもそも改修前から使用可能だったと記述されています。ハイグレード版は2009年6月発売、マスターグレード版は2009年7月発売と発売日が近いキットなので、どちらの設定が正しいのかはよくわかりません。セカンドシーズンの最終決戦の後、アニメとしては劇場版アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーにつながることになりますが、この空白の2年に関しては機動戦士ガンダム00V戦記で描かれています。リボンズとの戦いで再び損傷したエクシアは3度目の改修を受けることになりました。それがエクシアリペア3です。新政府の樹立後、以前にも増して地球連邦による監視が厳しくなったことで、宇宙地上間でガンダムを移送することが難しくなりました。そこでソレスタルビーイングは宇宙と地上それぞれにガンダムを固定配備し、ミッションに合わせてパイロットのみが移動することで対応できるように画策します。この時セツナの機体としては宇宙用に
00ガンダムセブンソードスラッシュ G、地上用としてエクシア・リペア3が配備されました。本機はギボンズとの戦いで専用の対応路を失ったことから粒子貯蔵タンクを動力源として運用されています。そのため稼働時間の制限が生まれましたが、肩と膝に大型の粒子貯蔵タンクを装備し、最新型の GN スラッサーを採用して粒子の消費を抑えるなど稼働時間を延長させるための工夫が施されています。武装面ではリペア2で装備していたものに加え、新たに GN ロングライフルが追加されました。左腕に装備され、普段は GN ソードのように2つ折りにして収納可能です。なお、ロングライフルが採用された理由は、ソレスタルビーイングの活動形態が以前のようにガンダムの姿を晒して世界に混乱をもたらすのではなく、新政府によって統一されつつある世界を影から支えるスタイルへと変化したため、機影を隠して遠距離から攻撃できる兵装が必要となったからとされています。こうして新たな世界を影から支えるソレスタルビーイングの戦いは劇場版の物語へと進みました。劇場版においてセツナはエルスの母星へと旅立ちましたが、その後エクシアは4度目の回収を受けることになります。それがエクシア・リペア4です。本機は00の放送10周年イベントガンダム00フェスティバル10リビジョンで明かされました。エルスと共に地球から離れたセツナから歪みを正してほしいと地球権を託され、ガンダムマイスターとなったグラハム・エーカーが登場します。本機最大の特徴は装甲が外されフレームがむき出しになった左腕です。この左腕は第6世代の技術が先行投入されており、フレームむき出しでも十分な強度を誇っているほか、 GN コンデンサーと組み合わせることで斬撃の瞬間だけトランザムを発動することが可能です。動力源は粒子貯蔵タンクから疑似対応路へと変更され、新型 GN コンデンサーを機体各部に内蔵したことで使用可能な粒子量はリペア3から大幅に増加しました。内部構造も改修されているので、ベースは第3世代の機体ながら性能としては00ガンダムのような第4世代の機体に匹敵するとされています。武装面に関してはリペア3までとは打って変わり、ほぼ完全新規の兵装で再構成されました。日本刀のような形状をした GN たち、そして各2本の GN ベイヨネット、GN バトルブレイド、GN バトルソードで合計7本の剣を装備。リペア2から失われていたセブンソードのコンセプトが復活しています。また右肩にはダブルオークアンタのような GN シールドを装備しており、むき出しになっている左腕との非対称性がより強調されるデザインとなりました。まさに左利きでエルスと半身同化しているグラハムのためのような機体ということで、グラハムは本機をグラハムガンダムと呼び、セツナからの粋な計らいと感じていましたが、あくまで偶然の一致とされています。このように度重なる改修を受けたガンダムエクシアですが、立体模型において2022年にもう一つの姿が設定されました。それがメタルビルド企画で登場したガンダムデバイスエクシアです。本機は第4世代ガンダムの開発に向けたダブルドライブシステムの試験運用のため GN デバイスパックを装備した形態で、時系列としてはアニメファーストシーズンの13話の後になります。ダブルドライブシステムには本来は対応路が2機必要になりますが、当時のソレスタルビーイングは保有している対応路の数が少なかったため、試験運用では片方を粒子貯蔵タンクで代用しています。それでも設計したイアンの想像を超える大幅な性能強化に成功しています。武装としてはプロト GN ラスターソードを装備。実体験の刀身に GN 粒子でビームサーベルの能力を付加させることができ、粒子フィールドを展開することでシールドとしても使用可能です。またバックパック内にサブアームが内蔵されており、粒子量増加によって武装の多重化が図られていたことがわかります。なおダブルドライブは00ガンダムなどに採用されていたツインドライブシステムと一見似たものに見えますが、00ガンダムのツインドライブが2機の対応量を同期させて、その相乗効果で通常の2乗の粒子を生成するのに対し、ダブルドライブは対応路を2機直列につなぐことで通常の2倍の粒子を得るという違いがあります。ということで以上、ガンダムエクシアの系譜でした。最初の主役機でありながら、作中では
実に7年近く改修を重ねながら運用されている息の長い機体となっています。最初の主役機でここまで長く運用されているのはガンダム作品全体を通してもなかなか珍しいのではないでしょうか。皆様の好きなエクシアの形態、ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。